2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー48。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。 N ワゴンの後部座席です。夜はカーテシ LED が優しく座席まで案内してくれます。でも後部車内には前席と違ってイルミネーションはつけていません。後部の天井にもルームランプがあるので足元には問題はありません。でもせっかく後部に電源を作ったので全部と同じ LED を取り付けて揃えたいと思います。前側は電源をイルミにつないでいるのでライトと連動しています。後部もイルミ電源を配線すれば同様にできますが、今回はカーテシ LED と連動させてみます。この方法は難易度が高いかもしれませんが、何かの役に立つかもしれません。興味のある方はどうぞ最後までご視聴ください。イルミ回路の計画。イルミネーションは前席と同様、エーモンの LED1824 青を左右に1個ずつ取り付けます。既存の回路図です。ここにドア開閉で信号を出す回路を付加します。この赤で示した回路です。ただ単に後部のカーテシ LED と連動させるなら、そこに増設 LED を接続すれば終了します。しかし今回は左右どちらかのドアが開閉しても2個とも点灯させたいのです。なのでまず左右後部ドアのカーテシ LED と連動させるために LED にリレーを設けます。そしてそのリレーの接点を並列に接続して増設した2個の LED に出力します。そうすることでカーテシ LED と同様、夜間かつ後部のどちらかあるいは両方のドアが開いた時だけ点灯することになります。そしてもちろん昼間あるいは後部のドアが全て閉じれば消灯します。リレーの接続を示しています。前席と違う点灯ですが、私としてはこの方が良いかなと思っています。増設 LED をカーテシ LED に直接接続した場合には、左は左、右は右のドアと連動することになります。前席のイルミと連動させる場合はイルミ線を延長して接続すれば、前席のフットライトと同様の点灯になります。配線はこの系統図のように行います。配線の起点はリレーボックスなので、まずその位置を決めます。ボックス裏にはマジックテープを貼り付けています。この形で床に貼り付けます。図面では右のカーテシ LED から電源をもらうので、後部座席下のこの場所とします。シートが可動式なので床に固定した方が良いと考えました。ここから左右のカーテシ LED に向けて配線します。使用材料。図面に沿って使用材を紹介しますが、部品数はごくわずかです。以前と同様の DC12V のリレーです。これでドアスイッチから信号をもらいます。これも前席と同様の青色 LED です。あとはコルゲートチューブと指示剤、プラスチックボックスとユニバーサル基板です。LED の加工。カーテシ LED と同じように LED に逆流防止ダイオードを加工します。左が取り付け後、右が取り付け前です。
前回と違いスペースはあるようです。カバーに爪があってワンタッチで取り付けできます。こんな感じです。配線をつないで仮点灯してみます。スイッチを入れると点灯しました。ダイオードをつけていない方をつなぎます。デフォルトと比べてみましょう。違わないと思いますがどうでしょう。同様にもう一つ作ります。この形でこの通りカバーに収まります。ボックスの加工。図面通りにリレーを基板に乗せて組み上げました。単純な回路なのでユニバーサル基板ですがこれで十分です。ちょっと大きめですが手持ちの箱がこれしかありませんでした。箱の側面に端子が出せる小さな角穴を開けて端子を取り付けます。取り付けるとこんな感じになります。リレーと端子の基板は内側からグルーガンで固定します。端子の抜き差しはちょっとやりにくいですが以後触ることはないのでこれで良いでしょう。詳しい穴の開け方は説明欄の URL から別動画をご視聴ください。リレーの試験。箱に収める前に仮に電源をつないで動作試験します。前述の回路で作っています。マイナスのうち1本は LED につないでいます。リレーのプラスです。隣に渡りをします。リレーにマイナスをつなぎます。出力をつなぎます。これで回路ができました。電源スイッチを入れます。マイナスの配線を隣のマイナス端子に移します。リレーが閉じて点灯しました。ドアが両方開いた時の状態も作ります。リレーの閉じる音が聞こえたと思います。接点が並列につながるだけなので LED の点灯は変わりません。リレーボックスの完成。配線を接続して回路が完成しました。出力端子とリレー基板はグルーガンで固定しています。ドア回路は端子が同じなので表示を入れています。ちなみにリレーは1個200円ほどです。青色 LED が658円で一番高いですがあとは手持ちで済ませています。後ほど蓋にリレーボックスの表示もします。これで準備ができたので配線作業に移ります。床の配線。配線はボックスから各カーテシ LED と増設 LED に向けて2芯を配線します。配線の前に座席下のトレイを外します。トレイは左右にあるこのつまみをひねると簡単に外せます。こんな感じです。
カーペットをまくると点検口があります。ここにもあります。点検口を使って床下に通線ワイヤーを通します。これで左側への配線が終わりました。設置線の配線。近くに適切な場所がないので、この場所に設置線を配線します。コルゲートで覆って設置を取り付けました。後部座席のイルミ取り付け。後部座席はセンター距離が 550mm なので、あらかじめコルゲートチューブを使って作っておきます。軽いのでマジックテープを使った支持材で固定しています。たるんでくるようであれば支持を増やします。あとは残りの作業を終えて最終確認のために夜を待ちます。最終確認。設置が終わったので夜を待って点灯の確認をします。右側のドアを開けます。カーテシ LED と座席の LED が共に点灯しました。座席の LED は2つとも点灯しています。ドアスイッチで消灯の確認をします。消灯が確認できました。左側のドアを開けます。 LED は両方点灯しているので OK です。こちらでもドアスイッチで消灯確認します。消灯しますので OK です。これで動作が確認できました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。